お願いいたします。はい、では、講話の方、よろしくお願いいたします。皆様、改めまして、こんにちは。秋井さんと申します。では、どうぞよろしくお願いします。今日は、呼吸と一人一人の新生復活についてという、テーマをいただきまして、そのテーマを最初、今田さんからいただいたときに、パッとね、一つの、昔の僕の体験を思い出しまして、今日は最初にその僕の体験をお話したいと思います。それは僕の誕生日の時の体験だったんですが、昔僕は1回だけ、もう人生で1回だけなんですけど、守護霊様にね、誕生日プレゼントをね、お願いしたことがあるんです。で、その誕生日プレゼントっていうのは、もうこの世界のものをね、もう一切必要ありません。今日はね、僕の誕生日なんですが、一つだけ願いを叶えてください。で、その願いというのは、神様に合わせてください。僕は誕生日の日のその夜に、寝る前に、そのように守護霊様にお願いしました。それは僕の中では本当、心からの純粋無垢な祈りでした。神様に合わせてください。それは守護神様でもいいし、もちろんごい先生でもいいですし、お釈迦様でも、イエス・キリストでもいいです。もうどんな聖者でもいい構わないですし、どんな神様でも構いません。どうか夢の中でね、神様に合わせて。で、僕はその祈り心の中から、ここに入り、そして眠りに落ちました。で、その晩見た夢というのが、僕の人生の中で一番の悪夢だったんですね。もう、こんなひどい夢は見たことがないっていうぐらいの、とびっきりの悪夢でした。そして僕は、朝、その悪夢の中から目を覚ましました。そして僕の心っていうのは、前日ね、守護霊様にお祈りをした、お願いしたことを覚えていたので、もうすごい深い絶望と失望感に駆られていました。守護霊様っていうのは、僕のね、もう本当純粋無垢な祈りというものを全く聞いてくれなかった。もう神様も仏様もいないんじゃないかなってね、少しね、ちょっと思った。だからその深いもう絶望と失望の中、なぜだかわからないんですけど、僕はね、合唱をしたんです。一人でに自分の中から合唱が現れてきました。そしてその時、僕の感情想念というのは、とても絶望と失望が溢れていた。ただ、僕の心の中から、ものすごい深い感謝が湧いてきた。その響きがどんどん内側から現れてきたんです。で、僕はもうその深い絶望を感じながら、合唱しながら、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。起きた時、合唱しながら言ってたんです。で、その時に、パッと感じたのは、深い絶望を感じている自分の中に、本当にね、無条件に広がるような感謝の響きというのが溢れ出してきたんです。その感謝の響きを感じたときに、僕は、神様に会ったと思ったんです。その神様というのは、外側に僕はね、求めてたんですけど、自分の中にいて、こんなもう一世時代の自分のね、誕生日プレゼントをお願いしたのに、それとは全く反対なものがね、現れたにもかかわらず、そうではなかった。神様は本当に、守護霊様は本当に神様に出会わせてくれる。それは自分の内側に、どんな絶望的な状況の中でも、感謝の響きが、無条件の感謝というのがある。そういうような体験を通して、僕の中にね、神様があるんですよっていうものを、守護霊さんが教えてくれたというふうに僕は感じたんです。そして、その時僕の中には2人の自分というのが存在していました。一つは感情層に表面的には大きな絶望と失望を感じている自分。そしてもう一人の自分というのは、そういうものを超えて無条件の感謝というものを発している自分です。その2人の自分というものに出会ったとき、僕は2つの呼吸というのを感じたんですね。
表面的にはとても絶望している、失望している。とても浅い呼吸をしている。苦しい時というのは浅い呼吸なんですよね。失望した時の浅い呼吸。表面的にはとても浅い呼吸をしている。ただ、内側にある響きの、その呼吸というのも本当に透き通るような深い呼吸をしているんです。ですから僕はその体験を通して、あれ自分の中に二人の自分、そして二つの呼吸というものがあるのではないかなっていうふうに感じています。そしてその後、また不思議な夢を見ました。僕はね、夢を通して、ね、いろいろな気づきをいただくことが多いんですけど、その夢の中で、僕はこの世界とそっくりな世界にいました。そしてこの世界よりも若干暗かったかもしれない。その中にいたとき、僕はね、この肉体界の意識を持って、その夢の世界の中で存在していました。そして自分の目の前をたくさんの人たちが通り過ぎています。そして僕はその世界で、まるでね、リズムに合わせるかのような、その世界と一緒に浅い呼吸をしていました。そして僕がね、しばらくその夢の世界の中で佇んでいると、僕はふと、その世界の内側にもう一つ世界があることに気がつきました。その表面的には暗い世界です。ただその内側に大調和の光の世界があるというのを突然感じたんです。そしてその大調和の光の世界があると感じたときに、その大調和の世界、大調和の光と、その夢の中で佇んで僕をつなぐような形で、深い呼吸が現れてきました。そしてその大調和の光と僕をつなぐその深い呼吸というのは、その大調和の光が、そのまま夢の世界に僕を通して、だんだんとその暗い世界に広がっていった。その時、その大調和の響きを感じながら、僕の中から自然に陰が現れ始めました。そして僕はその大調和の響きを感じながら深い呼吸の中、陰を踏み始めました。すると、ずっと目の前をたくさんの人が通り過ぎていったんですけど、ある人たちが立ち止まり始め、僕と一緒にね、陰を踏み始めた。そしてその陰を踏む人たちっていうのは、だんだんと増えていって、最後にはね、20人ぐらいの方がね、その夢の世界に僕と一緒にずっと陰を踏んで、そしてその僕の目の前に集まってきた人たちっていうのは、僕の呼吸、そして陰の動作というのを一挙手一投をじーっと見ながら、その動きを合わせるんですよね。僕が吸ったらみんな吸って、僕が吐いたらみんなが吐いて、そして僕が手を挙げたら手を挙げて、もう寸分食らわないように、その20名ぐらいの方が陰を組んでいます。そしてだんだんとその陰の動き、そして呼吸の動きって揃ってきて、もう最後にはもう本当寸分食らわないぐらいの形でね、そこに集まる、僕の周りに集まった20名ぐらいのグループの人たちが、陰を組んでいたんですね。ただ僕はその時、その世界の内側にある大調和の光っていうのがつながっている。そこから呼吸をずっとしてたんです。そしてその大調和の光というのを感じながら、僕はずっと内側で大調和の響きというのを感じていたんですけど、その表面上に20名ぐらいの方が僕と一緒に陰を組んでいる姿の中に、その大調和の響きというのを感じられなかったんです。表面的には調和してるんです、その姿との動きはもうぴったし揃っています。ただ、本当の調和というのを僕は感じられません。彼らはその僕に合わせているんです。ずっと僕の呼吸。それはもう本当に表面的には深い呼吸に見えても、本当に浅い呼吸に合わせているような形で、彼らは陰を組んでいました。で、僕は陰を組み続けていると、次第に状況が移っていく。だんだんとぴったり揃っていた陰の形がずれ始めて、
みんなもう好き勝手な動きをし始めました。それはね、まるでね、そこに集まった人たちの潜在意識というものがね、現れていくような形になったんですね。でもちろん動きもバラバラで、まあ呼吸もバラバラに乱れた。その表面的な姿の中に、僕は本当の調和というものを感じることができます。そしてまた、僕はね、陰を組み続けました。内側の、その世界の内側にある大調和に来たというのを、感じながらずっと深い呼吸の中、まだ陰を組み続けました。すると、バラバラになった人たちの中から一人、また僕と一緒に陰を揃って組む人たち、組む人が現れました。で、僕はその僕と一緒に陰を組んでいる人を見たとき、その人の中から本当に大きな大調和の響きというのが現れてくるのを感じたんですね。そして僕は気がついたことは、その目の前で僕と一緒に陰を組んでいる人は、僕ではなく、僕がつながっているその大調和の響き、その世界の内側の、すべて、その世界の内側にある大調和の光というのに気がついたんです。そしてその方も、その大調和の響きというものにつながって、そこから陰を組み始めた。するとね、その一人の人が、その世界の内側にある大調和の響きに気がつくと、だんだんとまた一人、また一人と、陰、また組み始めた。そしてその方々もみんなその世界の内側にある大調和の響きというものにつながって陰を組み始めて、どんどんその世界の中に大調和の響きと広がっていく。もう最後にはもうその世界に住むみんながね、その内側の暗い世界だったんですよ。暗い世界の内側に。すべてのね、その暗い世界に住む人たち、すべての生きとし生けるものが、実はその大調和の光っていうものに実はつながっているんですけど、それにだんだん気がついていって、そして最後にはその大調和の光というものがそのままその夢の世界に現れて、僕が内側で感じていたその大調和の響きと外側の、ね、世界というものが一つ大調和の世界というものを表している。で、僕はね、この夢を見たときに、いろいろとね、感じたことがあるんですけど、この世界にはね、大きく分けて2つの呼吸というものがあるんじゃないかなって感じたんです。で、1つは、命の本源というものに起立している。まっすぐ起立している。深い。そしてもう一つは、命の本源に起立することを忘れた浅い呼吸。その2つの呼吸というものが、大きく分けてですけど、存在するのではないかというふうに感じています。そしてその深い呼吸と浅い呼吸というものはそれぞれ世界を作っている。深い呼吸、命の本源に起立したところから現れてくる呼吸の世界というものは、もう対立がない。もう大調和の響きの世界であるというふうに僕は感じました。そして命の本源に起立することを忘れた浅い呼吸の世界というものが、表面的には小さな調和というのを作れたとしても、その反面、たくさんの不調和を生み出してしまう、二元対立の世界であるというふうに感じました。ただ、二つの呼吸があるのではないかと感じましたけど、深い呼吸というものが現れた。その浅い呼吸の世界というものは、消えていく姿として、なくなっていくようにも感じたんですね。だから、実際には、本当の意味で存在しているのが、命の本源に起立している、たった一つの呼吸しかないのかもしれない。そのようなことを感じたのと、もう一つ、呼吸、
呼吸の状態っていうのはね、いろいろな他の言葉の意味でね、例えられることがあるんですけど、息を合わせるっていう言葉があります。その息を合わせられる。本当にこの世界の一番小さな命から一番大きな命。すべての生きとし生けるものが、本当の意味で息を合わせられる場所は、命の根源しかないんじゃないかなということです。僕はその夢の中で、最初、因を組み始めた。それは本当に自分がその世界にいた時は浅い呼吸をしたんですけど、その奥に大調和の響きを感じた時、僕にとってはそれは命の根源の響きだと感じたんですけど、本当に深い呼吸というものが現れました。それはもう浅い呼吸から深い呼吸に自分自身を統一させていく。そして命の本源に自分は息を合わせていくような感覚でした。そしてその目の前に因を組む人たちが現れたんですけど、その因を組んでいる人たちっていうのは最初、命の本源に息を合わせるのではなくて、僕に息を合わせていたんです。でそれはもちろん小さな調和というのを作っています。ただ僕は本当の意味での大きな調和というのが、僕たちの命の本源に全員が起立する。息を合わせたときに現れてくるものではないかというふうに感じたんです。その息を合わせることというものは、命の本源しか、ね、すべての命が息を合わせられる場所というのは命の本源でしかないんじゃないかなということを感じたとき、僕はね、昔のある一つの体験というか聞いた話を思い出したんですけど、僕は昔オーストラリアに住んでいた時がありまして、そのオーストラリアで住んでいた場所、滞在していた場所っていうのが、アボリジニっていうね、昔の先住民族がいるんですけど、そのアボリジニの、聖地の山々がある、その麓の、村で、しばらくの間滞在していたことがありました。そしてそのアボリジニっていうのは、もう、僕が聞いた話なんですけど、本当に平和な民族で、約ね、およそ1万年間ぐらいの間、もう一つの、たった一つの植物の種もね、絶やすことなく、たった一つのね、動物の種も絶やすことなく、水も空気も全く汚すことなく、本当に生きとし生けるものと調和している、民族というふうに僕は聞いています。でそして僕はそのオーストラリアの雨水でね、暮らすね、本当、自然と調和したようなね、しばらく滞在してた時に、そのアボリジニアの話を聞くことがありました。そして僕がね、個人的に面白いなと思ったのが、そのアボリジニの人たちには祈りがあるんですよね。そしてその祈りというのが、シンプルな言葉で言うと、みんなにとって一番良い形になりますようにという、祈り言葉だったそうです。正確な祈り言葉ではないですね。このような意味の祈りというものをしていたらしいです。そして、このみんなっていう言葉を聞いて、皆さんはどのように思いますか？僕はね、そのアボリジニアの人たちのみんなっていうのは、現代人のみんなっていう意識と大きなね、違いがあるというふうに感じたんです。でアボリジニアの人たちのみんなというのは、宇宙に存在するすべての生きとし生けるものにとってって意味なんです。ですから、アボリジニアの祈りというのは、宇宙に存在するすべての生きとし生けるものにとって一番良い形になります。そして個人の願望があったとしても、宇宙に存在するすべてのね、生きとし生けるものにとって有益ならば、この望みをね、この世界に表してください。この望みがね、世界に現れてきますようにという、祈りだったそうです。で、僕はその祈りを聞いたときに、まさしくこれは命の本源に起立する。命の本源に息を合わせていくお祈りだなというふうに感じています。そしてこの現代人の
みんなというのは、おそらく多くの人たちが宇宙に存在する生きとし生けるものにとってという意味ではなくなっていると思うんですね。みんなというものはもうどんどん狭くなっていきました。どんどん小さくなっていく。小さくなっていくにつれて、命の本源から離れていきますよね。離れていくとどうなるかといったら、僕は浅い呼吸になっていくという話です。そして浅い呼吸というものは、浅い呼吸の世界を作っていきます。そしてその浅い呼吸の世界、小さなみんなと小さなみんながぶつかり合いますね。大きく広がったところで、だいたい日本人のみんなで息を合わせましょう。アメリカ人のみんなで息を合わせましょう。だけど、日本人が息を合わせて調和というのを作っている。で、アメリカ人の利害と合わなければ不調和という。だから僕はこの世の中には浅い呼吸の世界、そして深い呼吸の世界というものが、大きく分けてですけど、存在しておる。この僕たちが今現在過ごしている世界というものは、主に浅い呼吸の世界なんじゃないのかなというふうに感じています。そしてね、では、浅い呼吸の世界というもの、どのように深い呼吸の世界に変えていく、変容していけば、いいかという話なんですけど、僕はね、個人的にゴイ先生の世界平和の夢というものを本当に素晴らしいと思っている。で、僕はね、白光以外の方に主にお話しすることが、多いんですけど、白光関係者以外の方にね、よく聞かれることっていうのが、僕が言っているそのゴイ先生の世界平和の祈りと、世界には世界平和の祈りって実はあるんですよね。例えばチベット仏教とかでも、主な祈りって世界平和の祈りらしいんですよ。世界の他の精神的なグループや宗教界にも世界平和の祈りっていうのがあるんですよ。秋久さんが言ってるゴイ先生の世界平和の祈りと、ね、世界各国にある世界平和の祈りって何か違いがあるんですよ。このようなことを聞かれることがあるんです。で、僕はね、いつもね、全く違いますよっていうような答えですね。その理由というのが、ゴイ先生の世界平和の祈りだけ消えていく姿でっていうのがついてるんです。で、他の僕が知る限りですよ、精神的なグループ、宗教界の世界平和の祈りというのは、世界平和の祈りだけなんですね。言葉は違えど、みんな世界平和を祈っている人たちはいるんですよ。ただ世界平和の祈りだけ。この消えていく姿で世界平和の祈りというのは、全くこの他のね、宗教団体、精神的なグループの世界平和の祈りと違う。それはなぜかと言ったら、ゴイ先生はこの浅い呼吸の世界、僕の言葉で言えば浅い呼吸の世界ですけど、この世界を消えていく姿だというふうに言ってるんですね。言葉を言い換えれば、この浅い呼吸の世界、ゴイ先生の言葉で言えば、業相念の世界、自分自身の本心を忘れた世界、命の本源に起立することを忘れた世界というものは、消えていく姿の世界。言葉を変えれば、この浅い呼吸の世界の延長線上には、本当の世界平和がないということだと僕は思っています。そしてゴイ先生はその浅い呼吸の世界を消えていく姿と言いました。他の世界平和の祈りというものは、このどちらかといったこの浅い呼吸の世界が平和になっていきますようにという祈りが僕は感じたんです。そこが一番のゴイ先生が消えていく姿で世界平和の祈り。他の、ね、宗教宗派、もしくは精神的なグループの世界平和の祈りの大きな違いというふうに僕は感じています。そしてゴイ先生の消えていく姿で世界平和の祈りというのは、
本当に命の本源にまっすぐ起立するであるということを感じています。それは消えていく姿、この浅い呼吸の世界、みんなが命の本源を忘れて、本心を忘れて、みんなと小さなみんなが集まり対立している世界というのは消えていく姿なんだ。本当の世界ではないです。では、どうしたらいいか。その世界、浅い呼吸の世界から深い呼吸の世界、命の本源に起立しましょう。世界人類、生きとし生ける者の平和の祈る響きの中、呼吸の中、その命の本源に起立しましょう。そしてその起立する天と地をつなぐ存在として、ゴイ先生は守護霊様、守護神様の存在を説いています。ですから僕にとって守護霊様、守護神様の感謝行を通して世界人類が平和でありますようにという祈りを祈ることというものは、そのまま浅い呼吸の世界から深い呼吸の世界に起立していく、深い呼吸の自分へと統一していくことであり、そこからその深い呼吸の中から現れてくる自分というものが、神聖そのもの、大腸馬の響きそのものの自分であるというふうに感じています。ですからね、今日のテーマは、呼吸と一人一人の神聖復活についてというテーマでしたが、呼吸というのは、僕にとっては、命の本源に起立する深い祈りそのもので、そしてその命の本源に起立したところから現れてくる私たちの姿というもの、神聖そのもの、大腸のそのものがあるというふうに僕は深く感じています。とりあえずこんなところで、もしね、何か質問があれば、していただきたいなというふうに思ってるんですけど、今田さん、何か質問とかありますでしょうか？はい。質問、ちょっとね、質問のある方とお聞きしてますので、ちょっと全画面にして、ちょっと見てみます。高杉さん、手挙げてらっしゃるか。はい。じゃあミュート解除してください。よろしいですか？じゃあお願いいたします。高杉と申します。よろしくお願いいたします。今田さんから秋久さんへの質問のご指名をいただきましたので、質問させていただきますのでよろしくお願いいたします。私が今ですね、一番集中している行というのは、そのご意先生を呼ぶというのがありまして、繰り返しご意先生、ご意先生、ご意先生と呼ぶ行ですね。そしてあとご意先生称名、ご意先生ありがとうございますというご意先生称名を今、集中してやっております。で、朝起きてからその寝るまでなんですが、歩きながらでもご意先生、ご意先生、ご意先生とご意先生を呼び続けるということ、またご意先生ありがとうございますと唱え続けているわけです。で、こうしますと、自分の本心と一体となって、本源の世界、今、秋久さんが言われた命の本源の世界に帰れるように感じています。で、また、自分の直令と一つにつながるような感じもしています。そして、業障の渦から、自分を救い出しているような感じもいたしています。このご意先生を呼ぶというのと、あとご意先生ありがとうございますというこの称名につきまして、その働きとですね、その霊的な意味、その意義というものを教えていただけますでしょうか。はい、わかりました。これ僕の画面に、はい。ちょっと待って。質問ありがとうございます。命の本源に起立するということが僕は一番大事なことだと思っているんですよね。ただその命の本源に起立するいわゆる言葉もしくは方法というものはそれぞれ人によって僕は違うというふうに感じています。
だから人によっては、ゴイ先生、ありがとうございます。ゴイ先生、ゴイ先生という言葉を通して、その言葉の奥には命の本源というものがあります。人によってはそれは世界平和の祈り、世界人類が平和になりますようにという言葉かもしれません。人によってはそれはゴイ先生という言葉かもしれません。ゴイ先生は昔の法話で僕がゴイ先生の法話で聞いたことなんですけど、ゴイ先生というのはその世界人類が平和になりますようにという言葉でなくても本当はいいんですよっていうことを言っていらっしゃるんですよね。それは一番大事なのは、この世界人類が平和になりますようにという言葉ではなく、その奥にある響き、命の本源の自分にまっすぐにつながることが一番の目的な。それはもうゴイセスの言葉で言えば宇宙心ですね。直例でもいいです。それにまっすぐつながることが一番大切なことであって、いわゆるその前にある言葉というものは、その命の本源、宇宙心に誘うという役目を持っているんですよね。だから人によってはその言葉がゴイ先生という言葉を通して命の本源につながる。それがやりやすい人。そして世界平和の祈りを、そういうような世界人類が平和になりますようにというような言葉を通して命の本源につながりやすい人というのがそれぞれ僕は存在していると思います。ですから本当に自分の中でゴイ先生ありがとうございますというのは命の本源に起立する、一番自分にとって自然な方法だというふうに感じられるんだったら、その方が一番僕は良いというふうに感じています。以上。ありがとうございました。ありがとうございます。ミュートを、じゃあ高杉さん、ご自分でなさっていただけますか。はい。私の方からじゃあ一つ、私たち、新政府活の委員を組ませていただいてます。でその時、吸って吐いてっていう、から始めてますけれども、浅見先生が、吐くことに意識を集中すると、より深い、吸うのも自然に深く吸えるというようにおっしゃってますけれども、その吐くということの意味についてお話しいただけたらと思います。吐くことの意味ですか？これは僕の感覚なんですけど、その命の本源に、起立する。吸う息を通して、起立しますよね。そしてその大調和な響きというものを、この世界に目いっぱい広げていくんです。で目いっぱい広げ切った後、また命の本源に帰っていく。その広げ切るということは、いわゆるこの世に光をより表していく。光が進軍していく姿であるというふうに感じているんですよね。だから中途半端な息というものは、そこまで命というのが広がっていかないんですよね。だから吐き切ること、命をより乗り出すことによって、また、より深く命の本源に戻り、そしてまた、命のね、大調和の響きをより乗り出すことによって、また、命の本源に戻っていくという、そういうようなリズムができるというふうに、個人的に感じています。はい、ありがとう。ということは、できるだけ息を吐き切る形の中で印を組んだ方が、より深い印になるっていうことでいいわけですね。形はそうですよね。形的にはその方がもちろん良いと思いますけど、僕はやっぱり一番大事に感じているのは、新政復活目覚めの印です。印でもね、もう吸う息から始まりますね。呼吸は吸う息から始まる。それは命の本源に起立するところから始まって、そしてその姿というもの、最初の新生復活目覚めの印の姿も宇宙の、ね、宇宙心、命の本源に起立している姿ですよね。から始まって、起立している姿、宇宙の命の本源から光が降りてきて、神様の世界に降り、霊の世界に降り、丹田というね、もう十字のね、この目に見える世界と目に見えない世界、精神波動で物質波動で、もう本当に十につなぐ丹田にまっすぐ降りて、それがもう人類生きとし生けるものに広がっているという、本当にその新生復活目覚めの因が、その命の本源に起立したところからこの世界にね、大調和の響きが広がっているという形を表しているので、僕はもちろん呼吸の形も大事ですけど、一番は命の本源に起立する。そのような祈り心を持つこと。というのが大事なのではないかなというふうに個人的に感じています。ありがとうございます。どなたか他に、いらっしゃいますでしょうか。ちょっと。
全体的に。手を挙げていただければ、ちょっとご指名させていただきます。はい。はい、ちょっとお待ちください。あ、はい、お願いいたします。あ、ちょっと待って。あれ、よろしいでしょうか。あ、お願いします。どうぞ。新生復活の意味をするときに、鼻の奥にですね、呼吸をするイメージで、鼻の奥でですね、その新鮮な音を出すようにっていう、そういうように指導されてるんですけども、このことのですね、意味についてですね、教えていただけると思っております。よろしくお願いいたします。院というものはね、公式な、白校からね、公式な発表はないと思いますので、あくまで僕の個人の意見として、聞いていただければ嬉しく思います。ヨガの呼吸とかでもね、という音を出しますよね。この呼吸というものは僕の中では、口と鼻が一つに合わさっている呼吸の音なんですね。普通は口呼吸と鼻呼吸っていうのがありますよね。鼻から息を吸うか、口から息を吸うか。で赤ちゃんというものは、鼻呼吸であるというのを僕は聞いたことがあります。見てても、あれ鼻呼吸なのかなというふうに思うんですけど、鼻というものは、ある意味、その一番呼吸をすることに適している器官というふうに言われてますよね。鼻というもの、呼吸、酸素が通ることで、この空気中のいろんな不純物というものが、鼻の中で取り除かれて、純粋な空気というものが入ってきます。ただ、口というものも、もう例えば、ランニングとかしてて、もう酸素が欲しいときには、もうその口をね、はぁはぁ言いながら、口から酸素を取り入れる。口もね、酸素を取り入れることができるんですけど、主に口というのは、食べるための器官。いわゆる入ってきた空気というものを浄化するというような、働きは、肉体的にはないんじゃないかなというふうに言われています。そして、口で息を吸うときっていうのは、っていう音が鳴ります。鼻で息を吸うときっていうのは、普通は音は鳴りません、ね。ただ、この鼻で息を吸うときに、鼻と口というものを統一させた呼吸というのが、鼻で吸いながらまるで口から息を吸っているような形の、という、呼吸であると感じているんです。ですから、鼻と口というものが一つに合わさる、二つに分かれている器官が一つに合わさって、統一して呼吸をするときに、まっすぐに一番深い呼吸というのがつながる。そして、肉体的にもより深いところまで酸素というのを取り入れることができる。エネルギーというものを取り入れることができる。それは、そのように僕は感じます。ありがとうございました。他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。それではいらっしゃらないようですので、最後に神聖に輝く命の歌を。高杉さんが今、手を挙げました。高杉さんが。はい、ごめんなさい。言えなかった。解除できますかね。どこで解除する？ちょっと待ってください。できました。今、できました。
こだと。聞こえてますか？はい。じゃあ、このままお願いします。どうぞ。はい。今年の6月の白光市の日々の指針なんですけれども、そこで正美先生は、新生復活の因で、その新生復活の因についてですね、新人たちが因を組むときに、その宇宙神の光のエネルギーと、自らの肉体エネルギーが融合し、神々だけでもまた神聖に未だ目覚める人々にも成し得ぬ、特別な働きを成し遂げているのであるとおっしゃってますが、この特別な働きというのは具体的にどのようなことでしょうか。教えていただければなと思います。質問はね、おそらく正美先生にされた方がいいと思うんですけど、僕のね、意見を言わせていただきます。新生復活目覚めの因というものをね、組むときに、結局この肉体というのは、僕の言葉で言ったら浅い呼吸の世界というのが住んでいるんですね。ただその新生復活目覚めの因という、本当に宇宙史に起立したところから現れる光、響きというものは、この浅い呼吸の世界というものを本当に変容させていく、働きというのを持っているというのを僕は感じているんです。だから、この今までの僕たちの平和活動っていうのは、この浅い呼吸の世界、いわゆる人が本当の神聖、自分たちの本来の姿を忘れたところから、どうやって平和を作ろうか、この平和運動をしていったら平和になっていくんじゃないかなというような、結局もう、どちらかといったら正義が悪を倒して、そしたら今度正義と思われたものが悪のような形になって、それをまた別の正義が倒す。倒されたものが今度はまた倒し返すというような形で、ずっとこの世界というものを問題が解決されたと思ったら、新たな問題が出てきて、またその問題が解決されたと思ったら、今度解決策が問題を連れてくるんですよね。そのような長い、そういうような歴史を人類というのは繰り返してきたと思うんですけど、新生復活目覚めの因というのは、この世の問題を解決するのではなく、問題がない次元の響きを表していく因であるというのを僕は感じているんです。それはもう、ある意味特別な働きですよね。この世の問題を大きく解決した人っていうのはたくさんいるんですね、この世の中の歴史上に。ただ、病気でも何でもそうですよね。何かを解決した、ワクチンを見つけた、薬を発見した、そういうような大きな働きをした人たちはたくさんいますけど、それでじゃあ全てが解決されたかっていうのは解決されていないんです。ワクチンが今度はまた新たな問題を、新たな病気を生み出していくかもしれません。ただこの新生復活目覚めの因というものは、そういう問題、そして解決策、また問題、解決策というこの二元対立の次元ではなくて、本当に問題がない次元の響きを表していく。この肉体を通して表していくという、本当に大きな、それはね、言葉を変えれば特別な働きがあるというふうに僕は感じています。ありがとうございました。じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。長時間にわたりましてありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんと、神聖に輝く命の歌を歌って終わりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。